キングダムズー。リボーン。ギリッギリ生活から抜け出せず、開発が遅々として進まない我が村。面倒なトレードは交易会社にお任せして、放置でまったり発展するのを待つことにしましょ。では影響力で領地拡張。基本収入のために小銭拾い。よし、資金が1万まで増えたし、食料を輸入しよう。お前それは輸出の設定だぞ。間違えちゃった、てへ。おい。交易量も増えるだろうから交易会社を立てましだが生産してないものの売り注文が増えただけである。たまに領地拡張して放置する日々。そして開拓開始30年のアニバーサリー。ノーマル難易度ならもう後半戦入る頃じゃね？グラフの通りちょっとずつ発展しております。超ゆるい右肩上がり。食料の輸出設定ミスから3年後、やっとやらかしてたことに気づく。気づくの、遅えー。これで資金が続く限り、食料安定するかな？増えた人口で産業がうまく回れば、資金もなんとかなるか？微妙なところだな。まあ、これで放置して様子見てみましょ。交易関係の構築の研究が終わり、手数料が 2% さらに安くなりました。お次は大規模居住区画。住宅の近くに住宅があれば金貨1枚もらえて、最大3元で3枚追加でもらえるみたいだな。住宅密集させてるので少しはもらえるかな？まあ小銭拾いレベルだな。夏目足がいい感じに育ってきました魚、奴は四天王でも最弱の存在。1万あった資金が半分くらいになっちゃったので、食料の輸入を減らしましょ。せっかく増えてきた人口がまた減っちまいそうだな。漫画読みながら、たまに領地拡張だけした日々。だいぶ心が折れてきた模様。食料輸入を減らして4年が経過、貿易が黒字にならないので食料輸入を禁止だこうして村人はガリッガリ生活となり、利益はすべて貯蓄されることとなった。だがまだ私は諦めてはいない。たまに領地を拡張しこの村の開発に尽力したのだ。漫画見ながらたまに操作してるだけじゃねえか。てへ。そして10年後。ってお前10年も放置して漫画読んでたんかい。つか本当に何も発展してねえじゃねえか。マリサうるさい。漫画読んでるから静かにして。こうして読み終わるまで村は放置されるのであった。4回目の貿易関係の構築が完了。お次は国境の防衛を研究しましょ。保護された地域は、3倍の金貨収入がもたらされるってよ。でも砦の維持費って金貨20枚なので、3倍になってもほとんどが赤字になります。砂漠、それは不毛な大地。国境の防衛の研究が終わってたので、お次は農業の技術2回目を研究しましょ。そんで無料で砦のカードが1枚もらえたので、早速立ててみます。砦、ここに決めた。お、収入が40から122になったな。砦の維持費を引いても、毎ターン60くらい稼げるかな？基本収入もだんだん上がるだろうし、こりゃなかなかありがたいぜ。ではこちらにも砦設置して稼ぐどう？なお、砦のカードはワイルドカードで交換すると、金貨1000枚と結構お高めです。てかワイルドカード溜め込みすぎなけん、100枚近く在庫あんじゃねえか。5回連続でカード引かなければワイルドカード1枚もらえるので、放置してたら増えた。ランダムで出てくるカード選ぶのもこのゲームの醍醐味なのに、台無しだな。致し方なし。さて交易会社を立てましましょ。もう開拓始めてから51年も経つのに、ほとんど変化がねえな。相変わらず鎮魂のドラが鳴り響いております。変わらぬ日常。でも長年の研究の成果で、交易手数料も 1% になったし、ちょっとずつ前進はしております。そんなわけで久々に食料の輸入も再開。今回はうまく発展してくれることを願うばかりだぜ。2回目の農業の技術が終わり、3回目の農業の研究。薬草の育成がちょっと楽になるかな？繰り返し研究できるものは、次第にコストも高くなるので、4回研究の終わった貿易関係の構築は、コストも4倍くらいなので今は手が出せません。もうちょっと村が発展しないと、研究すら厳しいな。発展させるために食料輸入したけど結局赤字になっちゃうので、食料の輸入量を減らしました。次のステージに行くには、まだ下地となる基本収入が足りてなさそうだな。要塞化して基盤を強化した日々。
そしてまったり読書してたら、8年の歳月が経過してた。ほとんど変わってねえじゃねえか。領土は広くなったね。だが不毛の砂漠である。適当に放置してたから人口30人まで減っちゃった。こりゃいかんな。あ、研究選択すらされておらん。こらこら。薬草の在庫が時折怪しい感じになってるっぽいし、念のため在庫が100切ったら輸入するように設定。そういえば人口が増えてる時は、鉄の精錬所も稼働させて鉄の延べ棒を作り始めました。ここもそろそろ稼働させてやりたいな。30人まで減った人口が1年で50人まで復活。果実採集所を建て増しして食料を増産しましょ。年数重ねて果実ボーナスも上がっただろうし、収穫が楽しみだぜ。なんと住宅が全部埋まったので、数十年ぶりに住宅を建設。ここまで長かった。だが食料はゼロだ。またすぐ減っちまいそうだな。この人口なら鍛冶屋も動かせるかもということで研究を鍛冶屋に切り替えて即完了。輸入頼みだった鋼鉄の工具作れるようになったらかなり楽になりそうだな。そんなわけで鍛冶屋を鉄の精錬所の隣に、ポチッとな。数十年停滞してたけどやっと開発が進んできたな。鍛冶屋が完成。保全の書2冊ねじ込んであるから、木材と鉄の延べ棒各3つで鋼鉄の工具が16も作れるぜ。材料が少なく済むということは、取りに行く手間も少なく済むから効率も良くなるよ。多分かよ。夏目やしさん、マジパネー感じになってきました。ここまで成長ボーナス乗れば、食料は夏目やし増産が鉄板だぜ。そんなわけで果実採集所仮小屋セットを建築。これでひもじい生活ともおさらばだな。人口がいい感じに増えてきてるので住宅を建てまし。あんま調子乗ると色々と破綻するから、慎重に拡張しような。あいよ。果実採集所が完成して、さらに食料の生産性を上げるため、農業革命を研究して食料庫をゲットしましょ。果実採集所は農場には含まれないから畑の隣接ボーナスは乗らないけど、食料庫は範囲内であれば、25% の生産性アップがしれっと適用されます。これで夏目やしさんがさらに強くなるな。っていうかこの辺の研究ってコスト思いのほか低かったので、もっと早くやっときゃよかったよ。がっつりとやらかしこの考え用ポンプとか、維持費が高すぎて当分使えないよって感じで放置しとりました。アップデで追加されたやつか、これもそのうち使いたいな。では早速食料庫を建設。と、したら石がなかった。50年以上前に建設依頼を出した採石場は、未だ建設されていない。住宅を、建てまし。一気に建てると石炭が一気に運ばれてしまうので慎重に建てております。人口増えたので果実採集所も建てまし。ここ数年は着実に開発進んでるぜ。そう我らは暗黒期を乗り越え、黄金期に入ったのだ。てかもう67年だし、ノーマルならもう終わってる時期だぞ。まあそれは最高難易度なんでお許しください。住宅を、建てまし。この感じなら人口100人もなんとかなりそうだな。食料庫も建てまし。建設ラッシュ。人々はあなたのことをまあまあ認めています。まあまあだそうですよレイムさん。まあまあだと何十年も村の発展に尽力したのに、許さんぞお前漫画見ながらたまに様子見てただけだろ。そうでした。住宅を増築して果実採集所も建てました日々。そしてついにこの時が来た。人口100人、達成だぜここまでほんと長かった。地獄の70年だった。ではさらに人口を増やすべく住宅を建てながら今回はここまで。面白かった。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。ついに漫画が読み終わりやる気を出したレイム、停滞を乗り越えこのまま一気に発展するのか？いやいや前回ケーキ買ったついでに寄った本屋で見つけた、戦国小町九郎丹のコミックス版にハマりまして、戦国時代にタイムスリップした農業高校の女の子が、農業改革に勤しむ感じの内容で面白かったよ。お前そういうのほんと好きだな。てへへ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。